ポズガーデンへようこそ。この庭ではあなたのためのリーディングをテーマにカードと向き合う時間を静かにお届けしています。肩の力を抜いて誰かとおしゃべりするような気持ちでカードの声を受け取ってみてください。さて、第3回目は小さな光に気づくとき、自然が教えてくれる回復のサインです。今、外へ出ると生まれたての若葉が美しく輝いています。普段の生活の中で自然は景色やお出かけ先、自然と自分を深く結びつけて考えることなんてあまりないかもしれません。でも新緑の輝きを見て綺麗だなぁと思ったり、ふと吹いた風に気持ちいいなと感じたその瞬間、あなたはすでに自然と対話しています。今回はカードの力を借りて自然とのつながりをもう少し深いところまで感じていきましょう。優しい自然に優しい言葉をもらえたらと思います。この3枚は今の私が特に惹かれたカードです。どれも美しい木々ですね。あなたに一番響く1枚を選んでみてください。迷った時はこちらのお山からどうぞ。私が作った目印です。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは1番さん、リーディングを始めます。こちらは The Wisdom of Trees Oracle 杉のカードです。太くて立派な幹ですね。深い安心感を与えてくれます。このカードから見ていくのは、あなたという木の根っこ、今のあなたを支えている本来のあなた。杉は日本で古くからご神木として大切にされてきました。大きな杉を見かけると思わず見上げたり手を合わせてしまう方もいるかもしれません。あなたは本来見えないものや自然の流れを深いところで感じ取れる人。場の空気やささやかな変化にも気づける優しい心の持ち主です。そんな本来のあなたをこの杉のカードは思い出してと言っています。無理をせずにただ感じていられた時のあなたを、ふと立ち止まり木々の葉を見上げる時間がなかったとしても、あなたは自然と切り離されてはいません。あなたの根っこは切れることなく水を含んだ柔らかな大地のように力を蓄えています。ただ今は意識が外に向きすぎて感覚が少し奥に隠れているような状態では、そんな今のあなたと自然との関係をタロットカードで見ていきましょう。
こちらの3枚はファウンテンタロットです。このカードに尋ねたのは、今のあなたと自然との関係。まず出てきたのはカップの7。今のあなたはいろんなものをそのまま受け取れるほど感受性が広がっているようです。人の気持ちも周りの雰囲気もどれも大切に受け取ってしまう、その優しさがあるからこそ心が少し外側に散ってしまっていて、自然の声が届きにくくなっているのかもしれません。次のカードは大アルカナワールドが出てきてくれました。このカードが教えてくれているのは、あなたが本来いるべき場所、今心が外側に散っていたとしても、本来の場所はずっと変わらずそこにあります。そこは自然と自分のリズムが重なるような満ちてゆく世界、流れる雲のゆったりとした動き、高く広がる空の奥行き。本来のあなたならそんな世界のリズムをそのまま受け取れるはずです。ワールドは戻る場所はちゃんとそこにあるよ、そう優しく伝えてくれています。そして次のカードも大アルカナエンプレス女帝です。包み込むような豊かさ、自然そのものの優しさ。今のあなたが本来の場所に戻ろうとするとき、自然はそれを拒んだり試したりすることはありません。ただおかえりとあなたを受け入れてくれる。足元の土の温かさや肌を撫でる光の柔らかさ、それらはすべてあなたが自分のリズムを取り戻す優しい道しるべ。自然はあなたを見放していない。ずっと待ってくれている。エンプレスはそう語りかけています。では次の3枚であなたと自然との関係をより深く知っていきましょう。こちらは星の王子様タロットです。可愛らしいカードですね。このカードに聞いたのは、自然の中であなたが取り戻せるもの。まず出てきたのは大アルカナハイプリステス女教皇です。バラを大切に守る静かな時間が描かれています。女教皇は動かずにじっと自分を見つめるカード。ただ花の美しさを眺める。澄んだ空気を感じる。自然の中にいると心が少しずつ落ち着いていく。情報の波に飲み込まれず、自分の気持ちだけを大切に守る力。いろんなものをキャッチしすぎて少し疲れを感じていた一番さん。触れたら壊れそうな繊細さ。でも芯は強く誇りを持って咲いている。そんなあなたらしい美しさがこのカードから伝わってきます。次に出てきたのはまたしても大アルカナ0番フールのカード。王子様が鳥たちと一緒に旅立つシーンが描かれていますね。その姿は重さを手放して風に乗る、そんな軽やかさそのもの。自然の中で深呼吸すると心の重さまで
ほんの少し吐き出せた気分になります。もう一度やってみようかな。ここからでいいんだ。そんな小さな始まりの気持ちがふっと戻ってくる。何かを決めなくてもいいし、すぐに動かなくてもいい。ああ、少し軽くなった。その感覚が戻ってくるだけで、心はもう前を向き始めています。最後に出てきたのはカップの4のカードです。王子様が木の下で腕を組んでいます。差し出されたカップに気づけていないようにも見えますね。本当はそこにあるのに、今は受け取る余裕がない。そんな様子が感じられます。でも、王子様が座っている芝生は柔らかそうですね。澄み渡った青空に木漏れ日が気持ちよさそうです。そのカップをすぐに受け取らなくてもいい。今は木漏れ日を浴びながら、自分にとって本当に心地よいものだけを選び分ける贅沢な休息の時間。それが今のあなたにとって一番の回復につながっていくでしょう。そんなあなたに自然から温かいメッセージをいただきたいと思います。ふと目に留まる自然の景色。その瞬間、心も少し動いていく。それは自然とのささやかなやりとりのようなもの。そしてその優しい気配をフェアリーと呼ぶのかもしれません。まずは自然そのものからメッセージを受け取ってみましょう。こちらはガイアオラクルカードです。ガイアは地球のこと。大地であり、自然そのもの。今あなたが生きているこの場所からどんなメッセージが届いているのでしょうか。15番アクティベーション、活性化のカードです。ピンク色のハートを抱える女神のもとに、なんとピンク色の竜がやってきました。はじめの杉のカードでは、あなたの根っこは土の深いところでずっと力を蓄えていました。そして今、活性化。蓄えてきたエネルギーがあなたの内側でピンク色の光となって動き始めたという合図。感受性が豊かな一番さんだからこそ、これ好きだな、心地いいな、そんな小さな喜びをピンク色の光を広げるように自分の中で感じてみてください。あなたが癒され、愛で満たされていくと、次のステップへと道が開かれていきます。頑張らなきゃではなく、自分の内側を喜びで満たすこと。自然はあなたにそう伝えています。そして最後はセイクレッドフォレストオラクル、フェアリーからメッセージをいただきます。27番オールスプリット、フクロウの精霊が出てきてくれました。夜の森を守り、自然界の精霊とも言われるフクロウ。暗闇の中で静かに飛び、小さな光を見つけていきます。今のあなたの前にも小さな光が現れたようです。情報の波の中では気づけなかった自分の本当の感覚がゆっくりと戻ってきています。街の明かりよりもきらめく星々、体中に染み渡るような空気。その瞬間に湧いた心地よいなという感覚。それが今のあなたを導いてくれる知恵、
ウィスダムです。理屈ではなく感覚を信じていい、そんなフェアリーからのメッセージ。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは2番さんリーディングを始めます。こちらはウィロー、柳のカードです。長く垂れ下がった枝や葉っぱが風にそよいでいる、そんな優しくしなやかな気配を感じます。このカードから見ていくのは、あなたという木の根っこ、今のあなたを支えている本来のあなた。柳という木は水辺を好んで育ちます。今のあなたの根っこも乾いた場所ではなく、自分を潤してくれるものを求めて自由に広がっているようです。たとえ表面ではまだ何もできていない、流されているだけかもと感じていたとしても大丈夫。見えないところでは柳が水辺を探し当てるように、あなたはちゃんと自分を潤してくれるものに手を伸ばしています。その柔軟さがあなたの強さ。ではそんな2番さんと自然との深い関係をタロットカードで見ていきましょう。こちらの3枚はファウンテンタロットです。このカードに尋ねたのは、今のあなたと自然との関係。まず出てきたのはソードのキング。強い意志を感じるカードですね。でも柳のようにしなやかな2番さんに、このカードが示しているのは鋭さではなく、澄んだ風のようなもの。ソードのキングは余計なものを削ぎ落とし、大切なものだけを見極める力を持っています。強くあれ、決断しろという圧ではなく、風に揺れながらでもあなたの中心はちゃんとここにあるよというまっすぐな教え。柳は風に揺れながらも根っこはしっかり水辺を掴んでいる。今のあなたも内側ではちゃんと自分にとって大切なものを感じ取っています。そして2枚目はコイン、ペンタクルのクイーン。先ほどのキングとは逆に表情が和らいでいますね。このカードが伝えているのは、大地の温かさ、安心して受け取ること。柳のあなたが求めているのは、自分を潤してくれる心地よさ。あなたが求めるほどに優しさや安心が返ってくる。ペンタクルのクイーンは、それでいいよと包み込んでくれるようなエネルギー。育てる力と受け取る力、その両方を持っています。
今のあなたはまだ形になっていないものをゆっくり育てている途中。そして自然はそんなあなたを焦らせることなく、ちょうどいいタイミングで必要なものを返してくれます。3枚目はカップの6です。男の子が植物を手渡しているように見えますね。贈り物、純粋な喜び、懐かしさ、そんな意味を持つカードです。自然の中に身を置いたとき、ふと、いいな、懐かしいな、と感じることはありませんか？風が頬を撫でたとき、葉っぱが揺れる音が聞こえたとき、その一瞬に胸の奥が緩むような感覚、それは自然からあなたへの小さなギフトのようなもの。柳のしなやかさを自覚した今、そのギフトに気づく扉も少しずつ開き始めています。次の3枚では自然の中であなたが取り戻せるものを見ていきましょう。こちらは星の王子様タロットです。可愛らしいカードですね。1枚目はペンタクルのナイト。王子様が草原に座り、そばには狐が寄り添っています。このカードが伝えているのは、ゆっくりでいいよというメッセージ。ペンタクルのナイトは、焦らず丁寧に一歩ずつ積み重ねていくエネルギー。急がなくていいんだ、今のペースで大丈夫なんだと気づけば、肩の力がふっと抜けていることがあります。それは自然のリズムに触れることで、本来の自分の歩幅を取り戻している、そんなサインかもしれません。星の王子様の世界のように、大切なものはいつも変わらずすぐそばにある。あなたはもうその道の上にいるよと、このカードは教えてくれています。2枚目はハーミット、忍者のカードです。王子様が小さな星の上に立ち、そばでテントウフがランプに明かりを灯しています。このカードが伝えているのは、自分の内側にある明かりに気づくこと。忍者は喧騒から少し離れて、自分の心の声に耳を傾けるカード。これでいいのかな？私はどうしたいんだろう？自然の中ではそんな問いが浮かんでくることがあります。それは不安ではなく、内側の明かりが小さく揺れているサイン。自然はその明かりに気づかせてくれる存在。風の音だけが聞こえるとき、夜の空気がひんやりとしているとき、星が一つだけ強く光って見えるとき、そんな瞬間に自分の中の本当の気持ちがふっと浮かんでくることでしょう。そして3枚目はソードの8。王子様が高い場所に座り、その下には剣が並んでいます。動けない。閉じ込められている。そんな印象を受けるカード。でもこのカードが伝えているのは、動けないように見えているだけということ。剣はあなたを傷つけるためではなく、あなたの思い込みや心の癖を表しています。こうしなきゃいけない。失敗したらどうしよう。そんな気持ちが積み重なると、まるで周りに剣が立ち並んでいるように感じてしまう。でもふと遠くを見ると、
黄金色の空にきらめく一番星。マフラーがなびく風も柔らかそうですね。視点を変えることで心の中の動けないが少しずつほどけてゆく。柳の枝が風に揺れるように、あなたの心も自由でいていいんだよと自然はそっと思い出させてくれます。そんな自然から温かいメッセージを受け取ってみましょう。ふと目に留まる自然の景色、その瞬間心も少し動いていく。それは自然とのささやかなやりとりのようなもの。そしてその優しい気配をフェアリーと呼ぶのかもしれません。まずは自然そのものからメッセージをいただきたいと思います。こちらはガイアオラクルカードです。ガイアは地球のこと、大地であり自然そのもの。今あなたが生きているこの場所からどんなメッセージが届いているのでしょうか。2番インテンション、意図するのカードです。なんと虹の方がやってきてくれました。美しい大きな羽を広げて飛び立っていますね。鳳凰は再生と始まりの象徴。あなたの内側にある願いが虹のように浮かび上がってきました。このカードが伝えているのは、あなたが心の中で思ったことはすでに動き始めているというメッセージ。自然の中でふと感じた小さな揺れや気づき、それはただの気分ではなく、あなたの願いが芽を出した瞬間、こうなれたらいいな、こんな風に生きたい、そんな願いは大地に触れた種のようにゆっくりと確かに育ってゆく。あなたの中で芽生えたその思いはこれからの流れを変えていくでしょう。そして最後はセイクレットフォレストオラクル、フェアリーからメッセージをいただきます。パイン、松のスピリットが出てきてくれました。テーマはピュリフィケーション、浄化を司る松の精霊です。静かな冬の森の中で松の枝に積もった雪がふわりと地面に落ちてゆく。このカードはあなたの心に積もっていた重たいものが払い落とされていくことを教えてくれています。これまで自分の内側の明かりを見つめてきた2番さん、そろそろ身軽になる時が来ましたよ。松のスピリットはそう伝えています。柳のようにしなやかに、鳳凰のように軽やかに、いらないものが落ちてまっさらになった心に、あなた本来の静けさが戻ってくるでしょう。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。今回も3つの問いを順番に見ていきます。ここからカットとシャッフルへ。この時間は流れを少し早めます。最後の1枚はとっておきの言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは3番さん、
ングを始めます。こちらはバオバブのカードです。独特な太い幹からは力強さを感じますね。このカードから見ていくのは、あなたという木の根っこ。今のあなたを支えている本来のあなた。あなたの根っこは今、見えないところで、とても深く広く、大地としっかりつながっています。自分では気づいてないかもしれませんが、心の奥には生きていくための知恵がすでにたくさん息づいているようです。転んだ時の立ち上がり方、悲しい時の自分の慰め方、そうした一つ一つの経験があなたの根っこになってしっかりと支えてくれている。外側の景色が乾いて見えても、あなたの中はちゃんと潤っています。こちらの3枚はファンテンタロットです。このカードに尋ねたのは、今のあなたと自然との関係。まず出てきたのはコイン、ペンタクルの3。一人ではなく、誰かと協力して一つのものを育てていく、そんなカード。3番さんは今、自然と共同作業をしている最中だということ。ふと風に目が行く。木漏れ日に心がほどける。土の匂いに安心する。そんな小さな瞬間は、あなたが自然から受け取っているだけではなく、自然と共にあなた自身を育てている時間。あなたは一人で頑張っているんじゃない。自然もちゃんとあなたの味方ですよ。そんなことを思い出させてくれるカードです。そして次は大アルカナエンプレス女帝です。ペンタクルの3で見えていた自然と共にある関係。朝になれば光が差し込み、季節が巡れば花が咲く。雨が降り、星が瞬く。そのすべての営みがお母さんの腕の中にいるような優しいぬくもりとなってあなたを包んでいます。何かになろうとしなくていい。ただそこにいるだけでいい。すべてを信頼して受け取っていればいい。そんな安心感があるからこそ、バオバブの根は大地の奥へと伸びていくのでしょう。そして3枚目はワンドのエースです。あなたと大地のつながりの奥から一筋の光が立ち上がっています。炎のように激しく燃えるものではなく、朝の始まりを告げる光のような兆し。もっと深い呼吸をして、土の匂いを胸いっぱいに吸い込みたいと思ったり、窓辺に置く一輪の花をこれまでより丁寧に選びたいと感じたり、そんな心地よさを大切にしたいというささやかな意欲があなたの内側から溢れ出しています。あなたが自然に触れ、あ、いいなと感じるその感覚は、これからの一歩につながっていきますよ。次の3枚では自然の中であなたが取り戻せるものを見ていきましょう。こちらは星の王子様タロットです。可愛らしいカードですね。1枚目に出てきたのはソードの9です。暗闇の中で王子様が顔を覆っています。眠れない夜に
次から次へと溢れ出してくる不安。こうしなきゃいけないのに、うまくやれる自信がない。自分への厳しい言葉たち。そんな風に一人で抱え込みすぎて、心が重くなってしまう夜が今のあなたにもあるかもしれません。このカードが教えてくれているのは、あなたが自然の中に身を置いたとき、一番ほどけていくのが、この一人で抱え込む感覚ということ。美しい空や星のきらめき、柔らかな月光を浴びると、頭の中で固まっていた思考が少しずつ緩み始める。一人で抱えなくてもいいよ。そんな安心感で自然はあなたを包んでくれます。2枚目に出てきたのはカップのクイーン。砂漠の中で見つけたたった一つの井戸。汲み上げたばかりの水を王子様と飛行士は大切そうに分かち合っています。この水はただ喉を潤すためのものではありません。お互いを思う気持ちや自分を大切にする心のようなもの。頑張ったねと自分に一杯の水を差し出すような、そんなみずみずしい心の余裕があなたの中にじわじわと満ちてゆく。自然に触れて心が緩んだあなたはいつの間にか枯れかけていた自分を優しくいたわる気持ちを再び取り戻していくでしょう。3枚目は大アルカナラバーズ、恋人たちのカードです。王子様が自分の星で大切に育てていたたった一輪のバラ。そのバラと心を通わせているシーンです。自分に優しくなれたあなたは目の前の景色や命と改めて相思相愛のような関係に戻ってゆく。それはこの世界に愛されているという温かな感覚。あなたが花をめでるとき、花もまたあなたを愛おしむ。あなたが風を感じるとき、風もまたあなたを優しく包む。自然との間に通い合うその純粋な愛に気づいたとき、あなたの景色はもっと自由に広がっていくでしょう。そんな自然から温かいメッセージを受け取ってみましょう。ふと目に留まる自然の景色。その瞬間、心も少し動いてゆく。それは自然とのささやかなやりとりのようなもの。そしてその優しい気配をフェアリーと呼ぶのかもしれません。まずは自然そのものからメッセージをいただきたいと思います。こちらはガイアオラクルカードです。ガイアは地球のこと。大地であり自然そのもの。今あなたが生きているこの場所からどんなメッセージが届いているのでしょうか。18番スピリチュアルグロース、霊的成長のカードです。淡い光の中を優雅に舞う白い鳳凰。今あなたの中ではこれまで積み上げてきた経験が一つにつながり始めています。それは大きく何かを変えるというよりも、これでよかったんだ、そう自分にうなずけるような変化。このカードが伝えているのは、もっと頑張れということではなく、これまで歩いてきた自分をそのまま認めてあげること。
自然の中でいいなと感じるその感性こそがあなたの内側で育ってきたもの。その柔らかな感覚がこれからのあなたを無理なく次の場所へと導いてくれます。そして最後はセイクレットフォレストオラクルフェアリーからメッセージをいただきます。スタック、お直のスピリットが出てきてくれました。リーダーシップを意味するカードです。森の王として堂々と立っているお直。大きな角を持ちながら威圧するのではなく、ただそこにいるだけで森の空気を整えてしまう。そんな不思議な力を持っています。このカードが示すリーダーシップは誰かを引っ張る力ではありません。あなたがあなた自身の人生を誇りを持って選んでいく力です。自然と触れ合い、自分を大切にする心を取り戻したあなたは、誰かの顔色を伺ったり、影に隠れなくてもいい。あなたがあなたらしく、心地よく光の中に立っていること。その姿がいつの間にか周りの人を勇気づけ、進むべき道を照らす光になっていくのです。その揺るぎない強さはすでにあなたの中にある。フェアリーはいつだって自分の道を歩くあなたのそばにいます。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。